ご視聴いただきありがとうございます。金子時計店と敬愛ウォッチの金子です。先週大阪に行った時に主人の師匠にあたる技術者さんから英語で書かれた時計の機械の技術専門書を翻訳してほしいって言われて、ちょっと私は自信がないので翻訳を得意で好きでやられている方にお金をお支払いしてお願いしようかなと思って軽く受けてきたんですけど、一番期待していた通っている英会話教室のイギリス人の先生、彼は翻訳を副業でもやってるっておっしゃってたので聞いてみたんですけど、日本語から英語の翻訳はできるけど英語から日本語の翻訳はできないって言われてガクーってなって、気を取り直して次の問い合わせ、技術とかスキルを売り買いするサイトで2名の方に問い合わせをしたんですけど、ワードでファイルをいただけないとお受けできないってことであっさり断られてしまい、結局私と主人で約1週間かけて翻訳にチャレンジしました。今回技術的な内容で機械の製作とか時計の製作、機械の設計などされる方向けみたいな内容が多くて、例えば停止解除、雁木車がアンクル爪の停止面に接触している時の同角度、理論的には刃がアンクル爪のロッキングコーナーに接触するときに停止解除が完了する、こういった内容がほとんどだったんですね。専門用語も多いですし、聞き慣れないような言い回しもありますし、そもそも私は日本語で説明されてもお恥ずかしながらほとんど理解できないような内容が多かったです。で、この最中にすごくきつくなりまして、仕事でこんなきつい思いをするの久しぶりやなと思うと同時に、普段やっている仕事、例えばこの動画を作るとか、お客様とメール、LINE でやり取りをするとか、お買い取りさせていただく、検品、ホームページの更新、販売とブログを書くなど、いつもやっている仕事がどんだけ好きでやっているか、またどれだけ楽しくさせてもらっているかっていうのを改めて痛感したというお話でした。今日の動画の内容は復刻モデルについてです。特に私が好きでいいって思っている90年代から2000年代前半ぐらいの復刻モデルを数本買い取りさせていただきましたので、その紹介をいたします。よかったらご覧ください。まず復刻シリーズの良さとして、毎回復刻モデルの販売ページに書くことでもあるんですけど、クラシックなデザインを現代の技術で安心しながら楽しめるっていう良さがあります。アンティークの時計は防水性もないし、部品やメンテナンスも心配だし、普段の手入れもできるかどうかわからないとおっしゃるようなアンティークにちょっと抵抗がおありな方にものすごくおすすめします。でもオリジナルが欲しくなっても責任は持ちません。私がなぜこれらの復刻シリーズが発売された1990年代から2000年代前半ぐらいの復刻モデルが特に好きかって言いますと、サイズが小ぶりなものが多いっていうのがまずあります。この中で一番大きくてもこのティソの 37mm、 これがこの中でも一番大きくて、だいたいこの当時の復刻モデルは大きくても 37.8mm、 またそれ以下のものが多いです。これはおそらく当時のオリジナルに大きさまで忠実に再現されたっていうことになるかと思います。今回買い取りさせていただいたこれらの4本はちょっと遠目から見るとオリジナルって思うくらいって言ったらちょっと大げさですけど、それに近いぐらい忠実に復刻されていて、なので個人的にものすごく気に入っている時計たちなんです。このハミルトンのパイピングロックは1928年にヤンキースが優勝した時に選手たちに配られた時計の復刻版です。当時も手巻き式で、この復刻版も手巻きです。後々またパイピングロックは復刻されましたけども、それはクォーツとして復刻されました。なんとサイズが約 29mm で
今となってはレディースサイズっていうぐらいの大きさなんですけども、もちろんメンズで、当時の大きな体をしたメジャーリーガーたちがこんなに小さな時計をしてたなんてちょっと想像しにくいですけどね。この高野のシャトーは名前通り文字盤にお城が書かれていまして、で面白いのが国産なんですけどもエタの手巻きが入っていることです。先ほどのパイピングロックもエタの手巻きです。大きさは35ミリ、リューズ含まず35ミリで、これも当時のオリジナルに近い、もしくは同じ大きさで再現されています。こちらはオリエントのダイナミックで、この三角のケースが特徴的なシリーズです。これはオリジナルもものすごく人気があって、結構なプレミアがついて取引されています。面白いのは、これは手巻き式なんですけども、自動巻きのゼンマイが入っていて、巻き止まりがなくてゼンマイ切れがないっていう機械が入っています。大きさは28ミリぐらいで、これもやっぱりオリジナルにかなり近い大きさかと思います。最後に基礎のアントレプレナーっていうモデル、これは1950年代の復刻です。で当時のオリジナルを知らなくても、これは復刻やろうなってすぐわかるぐらいのヴィンテージ感がビシビシ出ています。アントレプレナー起業家っていう単語は、私が英語で好きな単語何って聞かれた時に、そのアントレプレナーとフルフィルっていう満たすっていう言葉を挙げるんですけども、それぐらい好きな単語言葉なので、個人的にかなり思い入れが湧きました。機械はエタの自動巻きで、自動巻きでスモセコっていうのは比較的少ないので、それもポイント高いですし、クロノメーター証明書がついているのもポイント高いと思います。アンティークのオリジナルと同じぐらい復刻シリーズもいいものです。個人的には復刻シリーズの方が面白いと申しますか、オリジナルと比べてどんな風にアレンジされてるかとか、逆にどれだけ忠実に再現されてるかとか、あとは大きさがどんな風になってるかとか、機械をどのように対応されてるかとか、また何回か復刻が出てるのであれば1回目と2回目の復刻でどんな風に違うのかとか、いろいろ見比べるのが楽しくて、たまにそういった内容をブログにも書いています。お気に召す復刻モデルがあれば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。